次は国際恋愛事情についてちょっと聞きたいんですけど、正直どうですか？楽しいですか？国際恋愛というか。まあ楽しいけど難しいよね。そうだね。まあほぼ毎日喧嘩してるんで楽しいか難しいやったらどっち勝つんですか？やっぱ楽しいの方がやっぱ勝つから今も一緒にいるって感じですよね。楽しそうだろうね。そうっすか。何その微妙ななんかまあなんかお互いやっぱプラスになる部分はやっぱり多いから付き合ってっていうのはある。まあ難しい部分は本当に多いけどね。やっぱ文化の違いとか習慣の違いがやっぱ多々あるので、結構ね喧嘩になるね。でそこで言うとじゃあ一番楽しいって感じるときはどの時なんですか？どの時？一番楽しい時。なんかみーちゃんはねちょっと甘えん坊だから。おそうかな。おだからみーちゃんはお言っちゃっていいんですか？その言っちゃっていいんですか？やばいその発言。俺の顔をなんか例えばなんか面白くて可愛い顔してる時僕はマジで好きね。みーちゃん意味わかんないですよね。わかりました今の説明。何を言えばいいかわからない。でもなんかそのまあその可愛いらしいところとか。そうそういうとこがめちゃくちゃ好きだね。逆にどうですか？どういうとこ楽しいと思います？よくふざけてるね。なんかみーちゃんは確かにめっちゃ仲良さそうでね。すもんね。もうそういう顔してるとか。なんか私たちの関係がなんか確かにそうなんかいつもふざけてるんですよ私たち実は。なんか変な踊りしたりそうダンスね。ダンスよく僕の部屋でダンス。だからまあそういうなんか日常のくっそどうでもいいなんかその瞬間っていうかライフスタイル、まあ普通にねうちらのライフスタイルはまあ面白いなと思う。まあ普通に楽しいと私は思う。僕はいつもね毎日もし早く起きたらキスするね。おおなるほど。そうだ思い出した。これでなんか日本人のキスはポーランド人からするとおかしいらしい。あ、そうだね。それはキスじゃないらしい。なんなんですか？知ってました？それはただのちょっと聞かせてください。あれはなんかポーランド人的には全然キスじゃないらしくて、なんかただあれは唇を置いただけらしい。そうじゃあチュッてそのそうだから音を鳴らさないとキスではないっていうんですよ。それ何？じゃあ僕の口は置き場になってなんか置き場なんかその相手の口の置き場に置いただけみたいな。でもそれがおしゃれなキスですよね日本では。そうなんか日本人はチンって鳴らすのはちょっとなん微妙かじゃないですか。下品というかねなんかちょっと子供っぽいんだよね。大人のキスはまあ別にこう軽く音を立てずにそっとするのがいいっていう文化で、でもなんかそれを見ておかしいそれはやばいみたいな。じゃあ逆にさっきなんかいいところ楽しいところを教えてもらったんですけど、一番大変だと思うところどこですか？国際恋愛でよく喧嘩する理由とか。やっぱりその文化の違いは一番大変。特にどんなところですか？僕はね最初思ったのは、のぞみは日本人の中でまあ多分日本人の中では直接話すことができる方だと思った。まあ今もそう思ってるけど、でもやっぱりポーランド人ほどじゃないね。やっぱりね。だからたまにはもっと直接言ってほしい。もっと直接言ってほしい。それはちょっと黙ってなんか隠してる感じがあって、なんか直接言ってくれたら僕はなんか早く対応できるからね。なんか早くなんか自分のミスとか自分がなんかもし悪いことしたらそれ早く直せるでしょ。でももしそれが分からなかったらできないでしょ。でもそれ逆にのぞみさんからしたらもう理解しろよ、言われんでも理解しろよって感じじゃないですか。なんか言わなくても分かるのが普通じゃないみたいな。努力はしようとは思わないですか？勘違いになる可能性あるでしょ。もしかしてのぞみが思ってることは僕が思ってることと違う。確かに意味の違いというか、なんかそのというかね。だから普通に直接言ってね。確かに。わかりました。わかりました。言います。逆にどうですか？一番難しいなと思ったところは。やっぱ同じかな。なんかそういうなんでわかんないかなこれみたいなのがやっぱある。なんかちょっとパッとは思いつかないけど、まあ多々あるよね。やっぱそういうのが。で私なんか結構やっぱり感情が表に出ちゃうタイプで結構顔に現れちゃうんですよ。そうするとなんかやっぱこっちも感づいてなんで不機嫌
僕には分からない一番厄介な僕には理解できない一番厄介な感じですそれね。なんかみたいになってると、なんかやっぱ雰囲気悪くなったりとかするのがまああるかな。やっぱそこはまだ日本人の女子として分かってくれよってとこあるんですか？とかある。まあでももちろん、まあ、言うようにトライはしてるけど、でもやっぱりなんだろうこうちゃんと 100% はやっぱ分かり合えないですよね。やっぱなんかそれが国際恋愛のやっぱ難しさかなと。それ多分それ言葉だけじゃなくて、その言葉に日本人の考え方が入ってるから、もしかしてそのせいで僕が分からない多分かもしれない。ヨーロッパ人アジア人でも日本人やから特に難しいってとこもあると思うんですよね。もうこの本心を隠すカルチャーというか、それがねなんかやっぱ直接言ったら失礼なことっていっぱいあるじゃないですか、日本って。でもこっちだと直接言っては別にそれは失礼じゃなくて、あなたの考え、アイデンティティみたいなのがあるから、まあ、そういった部分ではやっぱりこうね、そうだね、結構問題が発生する。今ちょっと国際恋愛全般に言ったんですけど、じゃあ個人の一番好きなところと直してほしいところ、ちょっとなんかこの機会に。僕は言ったと思うんですけどね、その可愛さ、ね、僕はそれが好き。そしてそのスタイル、ね、スタイルもいいし、なんかそしてその衣装、ファッション、ファッション、そう、それもいいと思うね。そしてそれだけじゃなくて、やっぱりそのある程度直接話すことができる点も好き。日本人にしては、アジア人にしては、そう、それがなかったらちょっと難しいと。そうですね。なるほどね。そしてね、やっぱりその甘えん坊、そういうことも結構好きね。裏の顔というか、アレクさんだけに見せる、そう、それめちゃくちゃいいですね。キュンキュンしますね。それは恥ずかしい。逆にちょっと聞きましょうか。いいところ先。まあ優しいと思う、すごく。優しい。まあ例えば、まあさっきも言ったけど、そんなになんか私がポーランドに興味なくてとか言ったじゃないですか。だからなんかやっぱ興味を持ってもらうために、好きになってもらうために、やっぱなんかいろんなとこ連れてってくれるんですよ。もう週末になるたびに、ゾミなんか今週はここに行こうと思ってるとか、なんか私あんまりそんなにいっぱいいろんなとこ連れてってくれる人と付き合ったことないから、なんかすごいめっちゃいろんなとこに連れてってくれるんだなみたいな。でももちろん私全然知識がないから、やっぱなんかそういう部分をすごいリードしてくれるし、まあすごいそういうの優しいなと思う。なるほど、楽しませる努力をするみたいな。そう楽しませる努力すごいしてくれるし、それは本当にねいいと思う。あとはなんかやっぱりなんか私のそういう勉強だとか、まあ私のこのライフスタイルっていうかとか、まあそういうビザの件とかなんかとか、なんか私について、私に関してのもろもろをなんかめっちゃやっぱ手伝ってくれるんですよ、真剣に。なんかまあそれはね本当に、ありがたい。じゃあちょっと言いにくいかもしれないですけど、なんかこれ嫌やなとか直してほしいなというところは。いいよ、言って。めちゃくちゃ簡単にイライラしてる人。簡単にイライラしてるんじゃないんだけどな。まあ僕の考えではそれはめちゃくちゃ簡単にイライラしてる。最近いつイライラしてました？簡単、まあ僕覚えてないあんまりね。そのちっちゃいなことだからね。まあ例えば今日だったら、まあちょっと渋滞にはまったんですよ、実は今日。まあそれとかね。そして出発前ね、なんで遅くなるってね、ちょっと9時に出発するという予定だったけど、でもまあ10時頃出発してたね。アレクさんがちょっとなんか、実はそれ僕のせいじゃなかったけど、でもちょっとイライラしてたね。っていうか全然時間守んなくないですか？まあそうですね。やばいですよね。大体集合時間に来ないですよ。そう。てか日本人ってなんかもう5分前行動普通じゃないですか。なのになんか全然誰も守んないよね、マジで。マジで守んない。パーティーの場合は守らないね。パーティーとかね。でも例えばなんだろう、面接の場合は守ってるね。それはそうっすよね。それは当たり前だよ。まあそうね。なんか話それたね。ごめんなさい。そうだね。他に嫌いなところ？そんな無理に出さなくていいっすよ。なんか喧嘩だったら嫌なんで。そうだね。簡単にイライラしてる人だから。なんかやめてくださいよ。この後めちゃめちゃ書きがなんかやめてください。まあでも言うたら感情豊かみたいな感じですよね。明るい時もあるし、そう、私は感情がこう
お互いのねやっぱなんだろう譲らない性格がやっぱ災いしてるのかもしれない。ポーランド人はもともとそうやし、でなんかのぞみさん日本人の中でもこう芯が強そうな感じそうなんで、強いバチリそうですね結構。そうなんかお互いやっぱ芯が強い同士だから、で結構強い同士だからなんていうの結構ぶつかるみたいな、なんかお互いもう譲んないみたいな感じがある。逆にどうですか、ちょっと言われてばっかりあれなんで。どうぞ。まあとにかく私嫌いなところっていうとか直してほしいはないけど特に、まあでもあったなんかいやもうちょっと綺麗好きになってほしい。あ綺麗好き。だから私すごい実は潔癖症なんですよ。そうだね。だからなんかこうなんかもういろいろ細かいところがなんでここでこのタイミングで手洗わないのか、なんでこのタイミングでスリッパ脱ぐのとか、なんかなんでここに服を置くのとか、なんかね汚いってとかでさ、腰とかなんかこうやってやって汚いってそんなに汚い恋人でしょ。そうだね。いやでもなんか僕らはいろいろ汚いことしてる。どういうことですかそれ。どういう意味ですかそれ。なんか意味深っすわ。マジ意味深やめてよ。でなんかねそれは私本当に直してほしくて。マジで私もう無理なんですよ。なんか頑張ってる。それは今まで付き合ってきた日本人の中でもやっぱ特にやっぱ日本人ってどちらかというと潔癖な人種じゃないですか。でもなんかケンさんもなんか前に動画で言ってたじゃないですか。なんかそのお尻拭く時がなんかなんでウォシュレットがないのは本当にもう僕は無理だみたいな。潔癖症なんで本当に。そうでしょ、そう言ってたからもう私と同じと思って。だからもうウォシュレットがないのももう本当耐えられない自分だけいろいろ耐えられないことが多すぎて、だって私ポーランド来て1週間目にはもう耐えきれなくて泣いてましたもん。やっぱそのフラットとかもやっぱまあで基本やっぱ建物ってちょっと古めじゃないですか、日本に比べてめっちゃ古いし、いろいろあれもこれもなんか全然なんか清潔だなわーみたいなって私もう泣いてましたもん。本当に泣いてた。そのぐらい潔癖なんでなんか細かいことがマジで許せなくて本当に。じゃあもうちょっとどぎついのいきたいんですけど、性事情ですね。性事情。そのこれ面白い。やっぱ結構頻繁にとかするんですか。やっぱこの人が私が思うのはね、やっぱ日本人と比べてかなり強いかなと思う。その欲求は私は本当にそう思う。そうなんや。やっぱりそういうイメージありましたけど、確かにポーランド人で。本当？いや私はなんかイメージ全然知らなかったし、なんか付き合うとも思ってなかったから、まさかポーランド人と付き合うなんてもうみじんも思ってなかったから、もしかしたら、彼が特殊なのかそれはまあもちろん分かんないけど、でもなんかびっくりした。全然やっぱ日本人と違う。でもアレクさん的にはもっと欲しいっていう感じなんですか。愛情でも十分に合ってる僕らは。そう十分なんですね。アレクさん的にはまあ今までポーランドの女性とお付き合いされてきたと思うんですけど、なんかまあその性のことでやっぱ違うなと思うことあります。なんか日本人やから。実は僕にとってはそれ日によって違う。だから国籍はもしかしてそんなに関係ないと思う。じゃあ別に。でもやっぱりキスはちょっとね少ない。キスの仕方。そうこれは違う。これは全然違う。こうしてくれない。そうこれダメ。ダメ。日本人のね。ここではこれダメ。でも私は逆に違うって思いましたよ。どういうところがあるんですか。いやなんかやっぱなんだろう、その最中のやっぱそのやっぱなんかね違う。声かけというか。っていうかやっぱなんか大事にする感じ。だからそのなんか包み込む系のなんか何言ってた私でなんかこうハグとかキスをちゃんとしてちゃんと満足させようというそのホスピタリティっぽいのが私はまあ日本人よりはある気がした。まあもしかしたら人によるのかもしれないけど、まあ私はそう感じたから。じゃあなんかちょっと早いかもしれないですけど、なんか結婚についても考えてるとかあるんですか。年齢的にも今20？私は30で32。まあそうっすね。もうタイミングもそうっすよね。でもなんかそんなに深くはまだ喋ってはないけど、まあなんか私はやっぱり何度も言うようにその、まあ、日本に暮らす予定はないし、やっぱなんかどこかの国で、まあ、その国の人と結婚するかもみたいな、まあなんとなくぼやっとそういう
まあプランっていうか理想っていうかそれがあるから、まあどうだろうっていう話はしたよね。まあそしたらじゃあなんかポーランドはどう思ってるのみたいになって、いやまあ私は何度も言ってるけど、まあ、永住しようとは思ってないみたいなことをまあちゃんと言ったら、それはじゃあなんかのぞみの未来には僕はいないっていうことになるよねみたいになって、まあわかんないみたいなこと言ったらまあまた喧嘩になったんだけどね。じゃあやめといた方がいいやんこの話。じゃあ。いやまあでも、できれば確かにねうまくいけばいいなとは思う、やっぱり今のところはね。のぞみさんの理想はもう違う国で行ってまあ2人で生活する。アレクさんはもうポーランドがいいんですかやっぱりそこは。まあポーランドの方がいいね。なんかでもなぜかというと、なんか特にまあ国はいいというわけじゃない、なんか仕事はね、僕はね仕事でゾーチで稼いでるからね。そっかね、もしユーロの国とかドルの国とかちょっと大変になるかもしれないね。確かにそうですね。それはそうですね。それだけ実はね。それがなんかもし僕はユーロとかドルとかパウンドとかで稼いだらまあどこでもいい。なるほど。お金事情。そう。ということでですね、今回のぞみさん、アレクスさん、国際カップルにお話伺いましたけれども、お二人も TikTok、YouTube もか。TikTok がメインになっちゃってます。TikTok は結構1日に1個とかの頻繁に載せてるんで、そっちぜひ見てください。はい、見てください。ということで今回ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。たまに YouTube もやってます。俺ら飛んでは跳ねて遊んでるクルー、音や明かりで満たしてるアイレス、角で隠れてたあの子も来る、口にするこの毎日が好きなのね。